ガンダムの2号機といえば、皆さん、どんな機体を思い浮かべますでしょうか？巷では、よく、2号機は盗まれるものと言われますが、それは、2号機が初号機に比べて性能がアップデートされていたり、独自の兵装を装備しているなど、盗むに値するだけの理由があるからでしょう。そのため、2号機ガンダムは、ライバルが登場したり、主人公機に匹敵する活躍を見せたりと、非常に印象的なシーンが多いように感じます。今回は、そんな2号機の中でも、特に印象に残る機体10選について見ていきたいと思います。なお、本動画は、コミュニティのでのアンケート内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方は、ぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ネオガンダム2号機。まず、漫画シルエットフォーミュラ91に登場した最後のアナハイム製ガンダムとも言われるネオガンダムの2号機です。宇宙世紀100年以降、アナハイムエレクトロニクスはモビルスーツ開発の遅れを取り戻すため、新型モビルスーツ開発計画シルエットフォーミュラプロジェクトを発動。F91 などサナリーのフォーミュラ計画機の技術を非合法に入手し、技術検証機シルエットガンダムを開発します。そして、その発展機として開発されたのがネオガンダムです。そんなネオガンダムは、試作機2機が開発されており、そのうちの2号機に、主人公、トキオランドールが登場しています。ネオガンダムは、2号機界隈の中では、珍しくガンダムらしい白色に塗装されていて、1号機が紫色に塗装されています。なお、1号機には、ラフレシアに採用されていたものと類似したネオサイコミュシステムが搭載されているのに対して、2号機にはサイコミュシステムは搭載されていないため、一見すると、性能は1号機に劣るように見えますが、起動性能は F91 をしのぐと言われるミニナゼラを翻弄しているので、基本性能が極めて高いことがわかります。作中では、バズ・ガレムソン率いるエイジャックスに納入され、ガレムソンがトキオを自身の配下に抱き込むため、交渉材料として2号機を利用します。しかし、ガレムソンの真の任務の内容を知ったトキオは離反。監禁状態だったアナハイムエレクトロニクスのエンジニアたちを救出した末に、2号機を強奪して脱出しました。その後、大型ビームライフル G バードで、コロニー内から内部にいるエイジャックスの環境を消し飛ばし、ガレムソンの狩る1号機と交戦。最終的に、機体で1号機を羽交い締めにしたままコアファイターで脱出し、シルエットガンダムと連携して2号機ごと1号機を破壊しました。このように、ネオガンダム2号機は主人公が強奪して、初戦でラスボスと戦い、爆散という早すぎる展開でしたが、まさに主役機らしい活躍をした印象深い機体となっています。ガンダムスロー熱売。続いて、ガンダム00からチームトリニティが狩るガンダムスローネの2号機、ガンダムスローネツバイです。ガンダムスローネは合計3機存在しており、3機が1つチームとして連携して戦うことを想定して開発されています。そのため、機体それぞれに異なる役割と性能が与えられており、1号機アインは遠距離銃砲撃、3号機ドライは戦闘支援、そして2号機ツバイは GN ファングを利用した中距離支援及び GN バスターソードによる近距離戦に特化した機体となっています。特に作中で初めて無線兵器であるファングを使用したため、大きなインパクトを残した機体ではないでしょうか。ツバイは2号機のジンクスに漏れず、パイロットであるミハエルが殺害された後、アリアル・サーシェスに強奪されています。ただ、ミハエルがパイロットとして未熟だったため、むしろサーシェスが登場してからの方が、性能がフルに引き出され、敵のガンダムとして活躍をするようになりました。特に、終盤では、エクシアのトランザム初披露のきっかけとなったり、ロックオンの狩るデュナメスと死闘を繰り広げるなど、作中屈指の名場面を生み出した立役者ともなっているため、強奪された2号機の中では、かなり見せ場があった機体となっています。また、戦争根絶を目指すための機体であるガンダムが、戦争が好きでたまらない破綻者に渡ったという作中背景を含めても、非常に強いインパクトを残した2号機の一つではないでしょうか。ちなみに、盗まれがちな2号機の中では、パイロットの生体認証がなければ動かないという、かなり強固なセキュリティを有していましたが、ベータを通してデータを書き換えるという力技で突破されています。ガンダムマーク2。続いて、機動戦士ゼータガンダムより、前半主役機として登場したガンダムマーク2です。本機は、
3号機までが運用試験を行っており、主役が強奪した2号機ガンダムとしては、史上初の3機全てが強奪された機体となっています。また、主人公サイドの敵側である、ティターンズの母体が連邦軍なので、初代ガンダムの正統後継機として、権威を象徴するための機体となるべく開発されたという独特な背景を持つところも特徴的です。ただ、性能面では、かつてのガンダムと異なり、その時代では圧倒的と言えるほどのものではありません。そのため、ガンダムとしては、残念な性能をしているという烙印を押され、クワトロに、マーク2は、所詮マーク2とまで言われるなど、登場人物からたびたび苦言を呈されていました。それでも、その汎用性と運動性の高さから、貴重な戦力として重宝され、エウーゴの主力機として多大な戦果を上げています。また、性能の旧式化が目立つようになったグリプス戦役攻機から第一次ネオジオン戦争にかけても、G ディフェンサーやメガライダーなどの支援メカの配備もあって、モビルスーツの恐竜的進化の波に揉まれながら、長きにわたって活躍しました。さらに後の世でも改修され、引き続き運用されており、漫画ジョニー・ライデンの期間では、バース機ことヤザン・ゲーブルが登場。ガンダムユニコーン獅子の期間では、ミネバ一派として活動するバナージの愛機として登場しています。このように、2号機の中では、性能面でのインパクトが少なかったものの、機体が残存したまま終戦を迎えている上に、後の世でも運用され続けるという2号機としては、珍しく長きにわたって愛された機体となっています。ガンダム F90 2号機。続いて、漫画ガンダム F90 や F90 ファステストフォーミュラにて登場し、何人ものパイロットと共に戦場を駆け抜けたガンダム F90 2号機です。本機はサナリー製の量産機を生産するために改修を受けながら、データ収集と評価試験用の実験機として長きにわたって運用されました。そのため、非常に多くのパイロットと共に戦場を駆け抜け、時には大破したり、行方不明になったり、敵に鹵獲されたりと、数奇な運命をたどっています。最初の活躍が確認されたのは宇宙世紀王120。第13実験船団チーム B において、パッツィ・アンゲリカをパイロットとして様々なミッションパックのテストを行っていました。しかし、輸送艦プレニチュードと共に行っていたテスト中、ランデッカー重工の襲撃を受けます。この戦闘で、パッツィの息子であるリブがニュータイプの素養を見せ、N タイプのパックを使用して勝利を収めますが、機体の上半身は大破、パッツィは MIA となりました。その後、2号機は修復され、宇宙世紀王115特殊部隊ファステストフォーミュラ所属の機体となり、リブライダーと名前を変えたリブによって運用されます。しかし、O160T、市制ミノフスキードライブ装備が暴走して行方不明となり、月の暗礁宙域で回収され、再び修理を受けました。その後、リブが3号機のパイロットになったことで、元ジオンの彼方サワメがパイロットになります。そして、最終戦では、隕石迎撃衛星トリムーレティの地球落下を阻止するべく、3号機と共に奮戦し、月軌道上で、パイロット不在の状態で発見されます。そして、漫画機動戦士ガンダム F90 の作中では、宇宙世紀120年に、サイド4宙域でのテストに投入されますが、火星独立ジオン軍であるウォールズモビルに奪取された後に、ジオン軍仕様に改修され、ボッシュエラーの愛機として活躍。その後、1号機との戦闘で大破しますが、再び改修された後、ガンダム F90 ダッシュへと、大幅な改修を受けており、漫画クライマックス UC つむがるし決闘では、7立花が登場しています。このように、壊れてもダッシュされても、行方不明になっても、きっちり修理して運用され続けるという、2号機ガンダムの中でも、特に波乱万丈な運命をたどった機体となっています。サイコガンダムマーク2。続いて、ゼータガンダム及びガンダムダブルゼータから、サイコガンダムの後継機として登場したサイコガンダムマーク2です。ガンダムシリーズで巨大モビルアーマーが立ちふさがるのは定番ですが、そんなモビルアーマーの中でも、本機は非常に珍しい2号機モビルアーマーとなっています。作中ではゼータガンダム終盤に登場、ロザミアガダムによって運用されますが、パイロットの精神が限界をきたしていたこともあり、本来の性能を発揮しきれず、頭部をライフルで破壊され、機能を停止しました。その後、頭部と左足を失った状態でアクシズ周辺を漂っていたところを、ネオジオンによって回収、修復され、グレミートとの部隊へと送られました。そして、
ダブリンでプル2が登場して再登場。本作ではプル2の高い能力によって本来の性能を引き出されており、特にリフレクタービットを駆使した攻防一体の戦闘スタイルはキューベレイマーク2とダブルゼータを苦しめていました。その活躍から悪魔のような機体として認識されており、中でもプルのキューベレイマーク2の身を挺した攻撃で反壊し、フレームがむき出しの状態になってもなおダブルゼータへ迫り来る姿は、その不気味さから多くの視聴者にトラウマとして刻まれています。最後はジュドーが怒りを爆発させたことでバイオセンサーが稼働したダブルゼータのハイパービームサーベルによって機体を破壊されますが、プル2は頭部を分離させて脱出していました。強奪された2号機というわけではありませんが、デザイン、活躍ともに明確な敵として描かれた印象的な機体となっています。クロスボーンガンダム X2。続いて機動戦士クロスボーンガンダムよりザビーネ・シャルの愛機として活躍した機体クロスボーンガンダム X2 です。黒色を基調とした機体色といい、まさしく2号機ガンダムとイメージしやすい見た目が特徴的です。作中序盤では味方でしたが、物語中盤でザビーネが木星帝国に寝返ったことで敵側のガンダムとして運用されるようになります。ただし木星帝国側に渡った直後は主人公のトビアによって一時的に奪われた上にコアファイターだけ分離して本体はあさっての方向に射出されるという方法でおとりに使われていました。このように敵側の機体として運用される、主人公に強奪される、雑に投棄されるといった2号機のテンプレを抑えた機体となっています。さらにコアファイターを失った後は木星帝国によって回収されていますが、技術力が足らずオリジナルの劣化修復をされるなど不遇な扱いを受けていました。それでも登場者であるザビーネの狂気も相まって目覚ましい活躍を見せ、 X1 回との戦闘ではコックピットを貫き地球へ叩き落とすなどインパクトのある戦果を上げています。最終決戦では復活した X1 回とヒートダガー以外の武器を使い切るほどの激戦を繰り広げますが、最後はコックピットを貫かれて爆散しました。こうして物語からは完全に退場するのですが、ザ・ビーネの人気も相まって根強いファンが多い2号機です。また本機が木星帝国に渡り、クロスボーンガンダムの技術が木星側に吸収されたことで、後年には木星帝国製のクロスボーンが生み出されています。そのため開発から50年以上にもわたってクロスボーンが運用されるきっかけとなったという観点から、宇宙世紀的にも商業的にも非常に大きな影響を与えた機体と言えるのではないでしょうか。ユニコーンガンダム2号機バンシー。続いてガンダムユニコーンよりマリーダやリディが登場したユニコーンガンダム2号機バンシーです。白色の主人公機に対して黒色の2号機というデザインが王道中の王道ですが、純白の獣であるユニコーンの名前を冠しながら獅子をモチーフにした真っ黒なカラーリングが施されている点が特に印象的な機体です。1号機のデータをフィードバックを受けたことや地球で調整されたこともあって、重力下の戦闘では1号機を上回るほどです。作中のシーンも印象深いものが多く、特にエピソード4のラストで漆黒のユニコーンが空から降下してくるシーンが脳裏に焼き付いている方も多いのではないでしょうか。その後も意気消沈していたとはいえ、1号機を一瞬で無力化したりと、初登場時からただならぬ機体であることを視聴者に植え付けていました。特にデルタプラスを一瞬で引き裂き鉄くずに変えたシーンからも伝わるドーナタ機以外では手に負えないと感じさせる威圧感は2号機ガンダムの中でも随一のものでしょう。また後半でもその株は上がり続け、狂気に飲まれたリディが操縦してフルアーマーユニコーンの前に立ちふさがったり、リディが正気に戻った後は1号機と並んでネオジオングと戦ったり、コロニーレーザーを防いだりと非常に活躍の場に恵まれた機体でした。また敵側の2号機といえば終盤で主人公に撃墜されるのがお約束のイメージがありますが、本機は主人公と共闘し最後まで残存。さらに戦後は1号機とともに人には扱えない技術シンギュラリティ1として封印されるなど、他の2号機では見られない結末を迎えた機体となっています。ブルーディスティニー2号機。続いてゲームザ・ブルーディスティニーからニムバス・シュターゼンが狩るブルーディスティニー2号機です。作中ではエグザムの力に取りつかれたニムバスによって開発者であるクルスト博士を殺害した後強奪されています。本機は
強奪された上で敵機に運用されるという2号機のテンプレに該当する1機ですが、実は宇宙世紀の歴史上初めてジオンに奪取された2号機でした。またダークな悪役らしいカラーリングや1号機や3号機とは違いリミッターが搭載されていないため、パイロットへの負担が大きく、暴走の危険性もあるなど2号機らしい設定も持ち合わせています。作中では最終決戦で主人公の前に立ちはだかっており、ラスボスの役割を果たしていました。最終的には主人公の3号機との一騎打ちの末に双方爆散しています。主人公の前に立ちふさがった理由も真にエグザムに選ばれたものを決めるためと非常に私的なものだったことも相まって、ライバルポジの2号機として非常に印象深い機体と感じた方も多いようです。ガンダム試作2号機。続いて OVA ガンダム0083からアナベルガ島の蒸気であり、ベラーズフリートの決起の象徴として活躍したガンダム試作2号機サイサリスです。1話サブタイトルガンダム強奪のインパクトの強さや、劇中で頻繁に2号機と呼ばれていることもあって、2号機ガンダムの代表例としても思い浮かぶ方が多いようです。また戦術核を搭載していて核弾頭ごと強奪されたり、ジオン系の見た目をしたガンダムがジオン軍人によって運用されるという背景もあって、ライバルガンダムとしても高い人気を誇ります。作中では本機の奪還が主人公コウの行動原理となり、結果としてコウの成長を促した末に、最終的には成長した主人公の1号機と壮絶な一騎打ちを繰り広げて双方ともに爆散しました。2号機ガンダムは盗まれがちというイメージがファンに浸透したのは、サイサリスの存在が大きいと言っても過言ではないのではないでしょうか。RX78-2、RX7802。最後に機動戦士ガンダムから言わずと知れたアムロレイの愛機として活躍した RX78-2 ガンダムです。試作2号機が最も敵に損害を与えた2号機とするなら、本機は最も戦局に影響を与えた2号機と言えるでしょう。本機は世間では初代ガンダムとして知られていますが、その形式番号が示している通り、実は RX78 シリーズにおける2号機となっています。ただ大元の初代機動戦士ガンダムではアムロ登場機以外の RX78 は存在せず、そもそも後付けで様々な派生機体が出てきたこともあって、アニメ本編だけ見ている方は本機が2号機という印象を持っている方は少ないのではないでしょうか。ただゲーム作品等ではプロトタイプガンダムの名称で RX78 の1が登場していたり、漫画「ジオリジン」では1号機にあたる機体がザク2と交戦しているため、マルチメディアに触れている方にとってはアムロ機が2号機というのは知っている方が多いかもしれません。第1話時点でアムロが無断で登場しているため、こじつければ奪取されたガンダムの元祖という解釈もできますが、あくまで主人公機なのであまり奪取された機体という印象はない気がします。ただジークアクスにおける RX7802 は敵軍の士官であるシャアによって強奪されていて、しかも1号機であるゼロヒトガンダムとも交戦しているので、白いガンダムはいわゆる2号機ガンダムらしい属性を持っており、むしろジークアクスから入った新規の人の方が白いガンダムは2号機と認識しているかもしれません。ということで以上2号機10選でした。ちなみにアンケートでは他に印象に残る2号機として、ガンダムウィング G ユニットに登場するガンダムジェミナス2号機ジェミナス02、シードアストレイに登場するプロトアストレイの2号機レッドフレーム、ジークアクスに登場する2号機ジフレドなどを挙げる方も見られました。個人的には2号機といえば敵が乗る機体というイメージが強いですが、どうでしょうか。皆様が好きな2号機、ぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。